西オーストラリア州のキンバリーに広がる砂漠の上空をヘリコプターで飛行すると、乾燥した大地に開いた奇妙な穴が見えることがあります。1970年代末にはほとんど見られなくなってしまいましたが、現在その穴はキンバリー地区のカチャナステーションだけで見ることができるそうです。ここではかつて害獣とみなされ駆除の対象だった野生化したロバが保護されています。そうなんです。この穴はロバによって掘られていたのです。オーストラリア・シドニー工科大学のエリック・ラングレン氏たちの研究によると、この穴は砂漠の井戸であり、ロバが穴から水を出すことで様々な野生動物の喉を潤していることが分かったそうです。調査では鳥、ミュールジカ、ピューマをはじめ57種もの野生動物がその水を利用していることが判明しました。それだけでなく、井戸が干上がった後は、そこから湿地に生息する植物が発芽することまで観察されています。実は、こうした井戸を掘るのはロバだけではないのです。例えば、クイーンズランド州では、野生化した馬が自分の背丈もある穴を掘ることが確認されています。同じく馬族の仲間では、ヤマシマ馬、グレビーシマウマ、クーランなども穴を掘りますし、アフリカゾウやアジアゾウも掘ります。そして、オーストラリアと同様に、他の地域でも彼らの掘る井戸が周辺で暮らす動物たちに貴重な水をもたらしているそうです。およそ10万年前に人間がアフリカ大陸を出発してからというもの、大型動物が絶滅するというパターンが繰り返されてきました。人間が新しい土地に到着すると、それまでそこで生息していた最も大きな動物が消えてしまうのです。最大の原因と考えられるのは人間による狩猟で、そこに気候変動の影響もあったと言われています。ラングレン氏によると、原生のロバや馬の禁煙種が井戸を掘るのならば、人間のせいで絶滅した大型動物もまた掘っていた可能性があるといいます。例えば、オーストラリアでは最近、ウォンバットが4メートルの深さの穴を掘ることが確認されています。そしてやはり、ワラビー、エミュー、ゴアナ、各種鳥類など様々な動物が干ばつの間にそれを利用していることが観察されています。このことは絶滅した巨大ウォンバットも井戸を掘っていた可能性を示唆しています。それと同様に世界各地に生息していた鳥尾類もまた井戸を掘り、周辺の動物たちの喉を潤していたのかもしれません。実際、北アメリカでは13,500年前の謎めいた痕跡が発見されているのですが、これは当時起きた干ばつの時期にマンモスが掘ったものだと推測されているそうです。人間が各地に持ち込んだロバや馬には大昔の大型動物との共通点があるのは明らかなようです。また、人間が動物を絶滅させたことで失われた土地の機能が同じく人間がオーストラリアに導入した動物のおかげで戻ってきたことを明らかにしています。例えば、野生化したロバと馬の餌、体重、消化器系は巨大ウォンバットとそっくりなのです。このことはロバと馬も同じような影響を土地に与えている可能性を示唆しています。水は限りある資源ですが、農業、工業といった人間の活動や気候変動の影響でさらに少なくなっているのです。そのために世界の砂漠は拡大するだろうと予測されていますが、もしかしたら一部の野生動物は乾燥した土地で暮らす生命に恵みの水をもたらしてくれるかもしれません。にもかかわらず、
人間の手を逃れ野生化した動物たちはよそ者、厄介者として駆除されるばかりで保護されることはなかったとラングレン氏は語っています。しかし今、人道的自然保全や複数種の正義といった研究分野の登場により、それが変わる兆しが見え始めているとのことです。また、オーストラリアのウォンバットが巣穴を掘ることが確認されているとお伝えしましたが、そんなウォンバットが過去の山火事で行き場をなくした動物たちに巣穴を貸してあげていたそうです。過去前例がないほどの勢いで多くの地域を焼き尽くしたオーストラリアの森林火災。この災害によりおよそ10億頭もの貴重な動物たちが住処を奪われ命を落としていると伝えられています。そんな中、生態学者によるとウォンバットが過去の山火事で他の小動物たちと巣穴を共有していたというのです。生態は異なるもののコアラに近い種族とされていて、ずんぐりした体型に小粒な目元でどこか愛嬌のあるウォンバット。オーストラリア森林火災では負傷したウォンバットが力なく道路を横切る痛々しい姿が SNS でシェアされるなど、ウォンバットを含む多くの動物たちが被災しました。しかし過去の山火事でウォンバットの行動を記録していた生態学者は、ウォンバットが被災した他の小動物たちと巣穴を共有していた事例があり、ウォンバットの巣穴に隠れたさまざまな小動物たちが死を回避できた可能性があることを示唆しているのです。コトドリやワラビーなどの小動物が過去に避難場所としてウォンバットの巣穴を利用していたという前例があることが述べられています。しかし、それらの小動物が偶然ウォンバットの巣穴を見つけたのか、ウォンバットのものと知っていたのか、ウォンバットが自発的に共有したかどうかは未確認のようです。メルボルンのバンドゥーラにあるラ・トローブ大学の生態学者マイケル・クラーク教授は次のように話しています。森林火災が起こると、コアラのように小さく孤立した個体群の動物は二年部分へ避難する能力というのが非常に限られているため、あらゆる問題に直面することになります。過去の火災の間に炎から逃れようとワラビーやコトドリがウォンバットの巣穴に入るという行動があったことは事実です。大多数の動物は大きな火災に巻き込まれると単に焼け死んでしまいます。ハヤブサやアカクサインコのような大きくて速く飛べる鳥でさえ火から逃れることは困難なのです。オーストラリアからの報告では、過去にウォンバットは巨大で複雑な巣穴を共有することを選択したため、無数の小動物が死を免れたとあります。さらにはウォンバットは羊飼いのような行動を示し、危険にさらされている動物を安全な場所へ放牧しているところも見られたという報告もありますが、オーストラリアでシェアされている SNS の情報は真実ではありませんと書かれています。どうやら被災した地域のウォンバットが深くて耐火性のある巣穴に他の動物を避難させているだけじゃなく、逃げ回る動物を積極的に安全な場所へ導いているようです。この情報についてネット上では、ウォンバットを真のヒーローと表現し、尾びれ背びれがついた誤った情報を流している傾向があったようです。他の動物がウォンバットの巣穴に避難していたという過去の事実は本当ですが、それ以外のウォンバットの利他的な行動についての信憑性は定かではなく、未確認の逸話に基づいている可能性が高いのです。とは言っても、森林火災で多くの動物たちが命を落としてしまう中、ウォンバットの行動の信憑性はどうであれ、小動物がウォンバットの巣穴を共有して死を回避できたことは喜ばしいことですね。野生動物が自然の中で暮らすことは
過酷ではありますが、動物なりの知恵や習性を生かして懸命に生きているのですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。